いや、どうもどうも。週末、ゆっくり YouTube でも見てるかい？のんびりしてる時間って本当に最高だよな。最近さ、ニュースとか見てると、たまに海外の軍事作戦とか地中の施設の話なんかで、バンカーバスターがどうのこうのなんて言葉を耳にすることがあってさ。なんだか物騒で、映画の中だけの話かなって思うかもしれないけど、実はこれかなり特殊で、ものすごい兵器なんだぜ。バンカーバスターって一体何なんだ？まず、バンカーバスターって聞くと、なんかすごい破壊力がありそうだろう。まさにその通りなんだ。バンカーってのは、軍事用語で地下壕とか堅固な要塞みたいな意味だ。映画とかゲームで、分厚いコンクリートでできた司令部とか、地下の秘密基地みたいなのを見たことないか。ああいうのがバンカーだ。で、バスターってのは、破壊するものって意味だよな。ゴーストバスターズのバスターだ。だから、バンカーバスターってのは、分厚いコンクリートの地下壕とか、頑丈な要塞をぶち破るために特別に作られた爆弾またはミサイルのことなんだよ。普通の爆弾ってのは、地面の上で爆発して、広範囲を吹き飛ばしたり、建物を破壊したりするのが得意だろう。でも、バンカーバスターは、ちょっと目的が違うんだ。こいつは、まず硬いコンクリートを何枚も貫いて、その地下の奥深くに到達してから爆発するっていう特殊な能力を持ってるんだぜ。なんでそんな特別な爆弾が必要なんだ？なんでそこまでして地下を狙うんだって思うよな。これにはちゃんとした理由があるんだ。現代の戦争ってミサイルとか飛行機なんかで攻撃されるから大事な司令部とか核兵器みたいな重要な施設、あとは敵の首脳部なんかが地下の奥深くに隠されてることが多いんだよ。分厚いコンクリートや岩盤で守られてるから普通の爆弾じゃ歯が立たねえ。たとえ上から何発落としても、表面をちょっと削るくらいで、中の施設にはびくともしないんだ。でもそういう地下の施設が敵の作戦の司令塔になってたり、危険な兵器を開発してたりしたら、どうしてもそこを破壊しなきゃならないって状況が出てくるだろう。そのために開発されたのが、このバンカーバスターなんだよ。どうやって地下をぶち破るんだ？その仕組み。じゃあ、具体的にどうやってあんな分厚いコンクリートをぶち破るんだって気になるよな。主な仕組みはざっくり言うと2段階になってるんだ。分厚い素行と高い運動エネルギー。まず、アンカーバスターはすっげえ頑丈な金属でできてるんだ。まるで尖った鉄の棒みたいなもんだ。これを航空機からものすごい速さで落としたり、ミサイルで撃ち込んだりする。そうすると、その重さと速さで、まず最初の分厚いコンクリートの層をドンってぶち抜くんだ。物理的な力で穴を開けていく感じだな。次元進管等に段階爆発。これが肝なんだが、アンカーバスターは普通の爆弾みたいに地面に当たった瞬間に爆発してんだ。最初に表面のコンクリートを貫いたら、さらに地中深く潜り込んでいく。そして、あらかじめ設定された時間とか、何枚目のコンクリートを貫通したかみたいな情報を感知して、よし、ここだって思ったタイミングで、初めて中の爆薬がドカーッと大爆発するんだよ。つまり、まず突破して、その奥で破壊するってことだな。映画なんかで、爆弾がビルを貫通して地下で爆発するシーンとかあるだろう。あんなイメージだ。どんな時に使われる？映画の中だけじゃない現実。バンカーバスターってのは、普通の兵器と違って目的がものすごく限定されてる。だから、そう頻繁に使われるもんじゃないんだ。でも実際に過去の戦争とか紛争で、地下に潜む司令部とか武器庫なんかを狙って使われた事例もあるんですね。最近だと、北朝鮮の地下施設がどうのとか、中東の特定の国が地下に核関連施設を隠してるんじゃないかなんて話が出ると、必ずと言っていいほどバンカーバスターって言葉がニュースに出てくるんだ。それだけ地下深くにある堅固な施設を破壊できる唯一無二の兵器ってことなんだな。俺たちの生活にどう関わる？群馬に住む俺たちアラフィフにとっては、直接的に使うこともないし、見る機会も普通はない兵器だろ。でも、こういう兵器が、国際情勢のニュースで取り上げられるってことは、世界中で各国が安全保障のためにどんな技術や戦略を考えてるかってことを知る上で一つの手がかりになるんだよな。あの国は地下に何か隠してるんじゃないか。じゃあもしもの時にどうする？なんて議論の裏側にはこういう特殊な兵器の存在も絡んでるってわけだ。平和が一番だけど、世の中にはこんなものもあるんだなって知っておくのも決して無駄じゃねえはずだ。まとめ。まあ、そんなわけで、バンカーバスターってのは、分厚いコンクリートの地下壕や要塞を深く貫通してから爆発させる特殊な目的の爆弾やミサイルってことだな。普通の爆弾じゃ歯が立たないような、地下の堅固な施設を破壊するための、まさに切り札なんだよ。
もし YouTube 見てて、海外の軍事ニュースなんかでこの言葉を耳にしたら、あれは地下の秘密基地を狙うとんでもない兵器の話か、くらいに思っておくと世界情勢がちょっと面白く、そしてちょっと怖く見えてくるかもしれねえよ。まさか爆弾が地下に潜り込んで爆発するなんて、まるで SF 映画の世界だろ。